ごちそうさまチャンネルは男子おつまみ牡蠣とキムチのクリーム煮を作っていきたいと思います。これもねすごい簡単なので、あれキムチのクリーム煮ってこういう感じになるんだって少し驚きのあるレシピだと思うので、牡蠣って水分たっぷりあるじゃないですか。噛むとジュワーッと出てきて、そのクリームとキムチが一緒になった煮汁の中にわーっと牡蠣汁が広がるんですよね。で口の中で混然一体となる感じですかね。うまいです。皆さんこんにちは。今週の男子おつまみはですね、秋元食品さんワンドキムチを使って牡蠣とキムチのクリーム煮を作っていきたいと思います。王道キムチと書いてワンドですね。で今の時期が牡蠣も非常にたくさん出回ってる時期なので、旬の食材とキムチを合わせて美味しいクリーム煮が、作れます。これもねすごい簡単なので、しかもあれキムチのクリーム煮ってこういう感じになるんだって少し驚きのあるレシピだと思うので、ぜひやってみていただきたいと思います。材料説明ですね。まず加熱用の牡蠣です。今自分たくさんスーパーで売ってますね。それから、今日使うワンドキムチ、玉ねぎ、生クリーム、バター、薄力粉、お塩。牡蠣はですねあまりにも汚れを取れない場合は一回パックから出して水洗いして、で水気切った後に片栗粉まぶしてちょっと優しく潰さないように混ぜて、たっぷりと水張ったボウルかなんかでよく洗ってください。そうすると結構きれいに汚れ落ちますんで。でそれで水気を切った状態です。今日はまずワンドキムチそのままちょっと食べてみましょうかね。うまい。なんかすごい複雑な味します。酸っぱすぎず甘すぎず、素材由来っぽい甘みですね。なんかリンゴなんかも入ってるみたいですよね。で大根、玉ねぎも入ってる。すごいバランスのいいキムチですね。やっぱり王道だぜってことですかね。まずですね玉ねぎですね。この、根の部分を落として、で横に繊維に対して横ですね、横にカットします。でまずバター使いますね。フライパンにバター引いて火かけます。これもね結構すぐできるお手軽レシピでもキムチの味が全体に広がって深みのある味になるクリーム煮ですね。バター溶けたら玉ねぎ炒めていきます。で全体にバターが絡んだらここで薄力入れます。さっと。でこの薄力が油をまとった玉ねぎにどんどん絡んでいきます。で白い部分が消えてくるんですね。粉々してるのが油吸ってちょっとペトペトした感じ。この状態になったらここで生クリーム入れます。そうすると今粉をまとった玉ねぎが身にまとった粉をですねもう一回外に出すわけですね。そうするとトロッとするんですよ。粘度が出る。だから、ベシャメルソースホワイトソース作る時も、この作り方でできますね。グラタンとかにする場合はみじん切りにした玉ねぎに同じことすればいいんです。で火ちょっと弱くして、ちょっととろみ出てきたの分かりますかね。これねちょっととろーっと。でこのとろみが出てきたらここでキムチ入れます。ざっとわーん赤く色染まります。と思うと思うんですよ。生クリームは和食でも使えるし韓国料理でも使えるし中華料理でも使えます。で今相当ドロッとしてます。結構多めの粉入れてるんで結構ドロッとしてます。この状態で優しく牡蠣に火入れるっていうのがこのポイントでしょうね。牡蠣は火入れすぎちゃうとパサパサになっちゃうんですよ。で美味しくない。でこれを牡蠣入れていきます。なんですかね。ちょっと完全にクリームに浸かるイメージですかね。そしたらさらに火を弱くし蓋して煮ていきます。これで5分ぐらいですね。ですね僕の携帯のカバーこんな感じで非常に派手なんですけど、この間ちょっと物に当たってこのいくら丼かなのきゅうりの部分が折れたんですね。でちょっと鋭利なんですよここだけ。でこの間酔っ払って帰って寝転がって携帯見てたんですよ。そしたら寝落ちしてったらしくて、それがこう落ちてきてここに当たり朝なんか原因不明の出血があったんですよね。おそらくね推理上こいつなんじゃないかと思いますね。一応かみさんにですね前日の夜ここに傷あったかどうか覚えてるっつったら顔見てないって言われました。そんな感じですよね。
どうだろう。牡蠣は火が入ってくるとこれもうちょいですけどプリンと膨らむんですよ。中の水分がちょっと外に出ようとするだと思うんですけど、この状態からあと一息いったぐらいですかね。だから、ね、全部牡蠣料理そうですね。牡蠣チリなんかまさにそうですね。茹ですぎは美味しくない。でもね怖いからね、当たるの怖いからよく火入れちゃうんですよね。じゃあ牡蠣の状態はねそろそろいいと思いますので、ただキムチの今塩分だけなのでここで最後に加塩して味を引き締めます。で牡蠣潰れないように全体混ぜて、出来上がりですね。では盛り付けていきます。バランスよく牡蠣、玉ねぎ、キムチが全部入ってる感じで盛り付けてもらえばいいですね。で最後にこのワンドキムチは上に白菜以外の野菜が刻まれて乗っかってるんですね。でこれ味濃いところなのでさらにこれ少しトッピング的に乗っけてもいいと思います。はい、完成です。もう牡蠣ぷっくりしてますよ。一瞬ね分かんないと思うんですよ、キムチだってと思うんですけど、後半戦になったら分かります。牡蠣って水分たっぷりあるじゃないですか。噛むとジュワーッと出てきて、そのクリームとキムチが一緒になった煮汁の中にわーっと牡蠣汁が広がるんですよね。で口の中で混然一体となる感じですかね。うまいです。特にこのワンドキムチに関してはいろんな食材入ってるんですよね。そういうなんか食材の多様性みたいなものがクリームの中に広がるっていう、そんな印象ですかね。非常に複雑な味わいだと思います。牡蠣好きの方はぜひこれやっていただきたいですね。でキムチがねちょっと冷蔵庫のところにちょっと余ってたらパッと作れますのでぜひやってみてください。ごちそうさまでした。